メディアフランチャイズトップ10。10位、ハリー・ポッター、約5兆1555億円。9位、少年ジャンプ、約5兆4587億円。8位、マリオ、約5兆7828億円。7位、ディズニープリンセス、約7兆4171億円。6位、アンパンマン、約9兆6456億円。5位、スター・ウォーズ、約10兆5009億円。4位、ミッキーマウス、約11兆2939億円。3位、クマのプーさん、約12兆0054億円。2位、ハローキティ、約12兆8041億円。1位、ポケモン、約14兆7393億円。圧倒的じゃないか。幻想。ところで、あなたは今まで、エンタメにいくら使ってきたでしょうか。アンパンマンのグッズ、ポケモンのカード、スイッチのソフト、ディズニーのチケット、ネットフリックスのサブスク、子供の頃から今日まで積み上げると、おそらく数百万円になるはずです。でも、これは世界では全く当たり前ではありません。今日は、税理士の視点で21の国を比較しながら、生まれた国が、あなたの人生のエンタメを決めるという現実をお伝えします。もしあなたが日本に生まれていなかったら、こんなことになっているんですよ。第1章、基準値。まず日本を基準に置きます。平均的な支出を見ると、幼少期、アンパンマンのおもちゃや絵本などで、年間3万円から10万円ほどかかります。少年期になると、スイッチ本体とソフト、漫画誌、カードゲームで年間5万円から15万円。青年期にはディズニーや USJ のチケット、推し活グッズで年間10万円から30万円になります。大人になってもサブスクや映画館、居酒屋での交流費として年間5万円から20万円。つまり日本人は、青年期だけでも毎年平均して20万円前後をエンタメに費やしています。この20万円という数字を、今日の比較の基準値にします。そして後ほど、この20万円で何が楽しめるかという中身の豊かさも、国ごとに比べていきます。第2章、世界比較。では、世界はどうでしょうか。先進国から見ていきます。アメリカでは、IMAX のチケット代、プレイステーションや Xbox の最新機種、NFL や NBA のチケット、音楽フェスの参加費、青年期の平均は年間40万円になります。日本の2倍です。イギリスは、プレミアリーグのチケット、エド・シーランのようなライブ、パブでの飲食で年間27万円ほど。韓国は特徴的です。K、ポップのコンサート、限定グッズの大量購入、ネットカフェ、年間32万円と、日本を上回ります。デジタルインフラが整っているわけ、消費の回転が早いのです。フランスは年間14万円。日本の漫画がフランスで大人気なのはご存知でしょうか。ジャパンエキスポという日本文化の祭典が毎年パリで開かれ、コスプレ衣装代が出費の一部になっています。ドイツは年間10万円ほどと、先進国の中では控えめです。長く使えるものを一度だけ買うという国民性が、エンタメ消費にも現れています。ここからが、本当の意味での比較になります。インドは、青年期のエンタメ費が年間5000円から2万円ほどです。ボリウッド映画のチケットが格安で、日常のエンタメ費は驚くほど安い。ただし年に数回ある親族の結婚式だけが別格で、衣装代や振る舞い料理で3万円から15万円かかります。インド人のエンタメは、結婚式そのものなのです。ブラジルは年間1万5000円から6万円。カーニバルの衣装代やサンバチームへの参加費がまとまった出費になります。それ以外は、ストリートにあるもので最大の熱狂を生み出します。お金をかけずに楽しむことへの圧倒的な才能がある国です。中国は年間4万円から15万円ですが、すべてスマートフォンの中で消費されます。国の規制により、海外のコンテンツは遮断されています。若者に流行している激本殺せというリアル推理ゲームは、完全に中国独自の娯楽文化として育っています。そして最も興味深いのが、コンゴ民主共和国です。平均すればエンタメ費はほぼゼロです。電気も電波も整っていません。しかしサプールと呼ばれる一部の若者たちは、月収の数倍もする本物の高級スーツを、パリから密輸してでも手に入れます。借金をしてでも一着のスーツを着て、廃墟の前でポーズを決める。これが彼らの娯楽です。どれだけ貧しくても、人間は美しくありたいと思う。その本能が、数字には現れないエンタメ費として存在しています。第3章、消滅。ここからは、エンタメ費がゼロになる国の話をします。ベネズエラでは、ハイパーインフレにより自国通貨が事実上機能を失いました。スーパーには物がなく、若者の多くは国外脱出の費用を貯めることだけを考えています。娯楽施設はほぼ全て閉鎖されました。エンタメ費はゼロ。ただしゼロの意味が、豊かさとは全く異なります。アフガニスタンでは、法律によって音楽、映画、女性の外出が制限されています。エンタメに費用をつぎ込むという行為そのものが、制度的に存在しません。ハイチでは、ギャングが都市を支配し、学校は閉鎖され、子供たちは誘拐を恐れて家から出られません。映画館も、クラブも、すべて略奪されて機能していません。北朝鮮では、娯楽は国家が配給します。プロパガンダのアニメを義務として見せられ、集団ダンスに参加することがエンタメです。一方で韓国ドラマが入った密輸の USB を、裏市場で命がけで買う若者もいます。
公式エンタメは0円。非公式エンタメには命の値段がつきます。エンタメ費がゼロになる理由は3種類あります。一つは市場がない。ベネズエラやハイチがそれです。経済が崩壊してお金を出す先がなくなった状態です。二つ目は法律で禁止されている。アフガニスタンがその代表です。三つ目は通貨が機能しない。費用を支払う手段が消えた状態です。同じゼロでも構造が全く違います。第4章、偏差値。ここで一度数字を整理します。今回取り上げた国々の青年期エンタメ費を偏差値に換算しました。UAE は外れ値のため計算から除外しています。これが金額の偏差値その1です。1位、アメリカ、偏差値76、年間40万円。2位、韓国、偏差値70、年間32万円。3位、イギリス、偏差値65、年間27万円。4位、日本、偏差値59、年間20万円。5位、フランス、偏差値54、年間14万円。以降は10万円を割り込み、ドイツ、中国と続きます。そしてベネズエラ、アフガニスタン、ハイチ、イエメンは偏差値42、年間0円という結果になります。日本の偏差値は59です。平均を上回っていますが、アメリカや韓国の方が金額は多い。ここまでが金額だけの話です。第5章、密度。ただし、豊かさはお金の多さだけでは測れません。同じ20万円で何が楽しめるか。コンテンツの種類の多さと世界に通用するオリジナル IP の強さ。この2軸を組み合わせてコンテンツ密度の偏差値も計算しました。これが偏差値その2です。まず、日本の20万円で楽しめるものを見てください。アニメ、漫画、ゲーム、テーマパーク、推し活、カラオケ、居酒屋。しかもそのコンテンツの多くが日本が生み出したオリジナルです。ポケモン、ワンピース、ドラゴンボール、マリオ、ガンダム、世界の名だたる作品が元は日本発の IP です。先ほどの画像でもお見せした通り、歴代エンタメ収益ランキングの上位25作品のうち、日本発の IP が半数以上を占めています。同じ20万円をアメリカで使うと、楽しめる種類はある程度絞られます。スポーツ観戦かゲームか映画か、選択肢はあるが、日本ほど多様ではありません。韓国の20万円はケイ、ホットネットカフェとウェブトゥーンに集中しています。密度は高いが種類の幅が日本より狭い。フランスは芸術と映画に偏っています。こうして計算した充実度を同じように偏差値化するとこうなります。1位、日本、偏差値68、2位、アメリカ、偏差値65、3位、韓国、偏差値62、4位、イギリス、偏差値61、金額偏差値では4位だった日本が、コンテンツ密度では1位に浮上しました。お金をかけなくとも世界トップクラスのエンタメを消費できる。これはある意味理想郷です。これが日本のエンタメの隠れた強さです。終章、確率。では最後に、確率を計算します。世界人口はおよそ80億人です。そのうち、日本と同等以上のエンタメ環境で生活している人は、アメリカ、イギリス、韓国、日本、そして一部の先進国を合計して、おおよそ6億人前後です。80億人に対して6億人、割合にすると、約 7% です。つまり、あなたが今の環境で生まれてくる確率は、100回に7回以下です。もしこれが、スマホゲームのガチャだとしたら、SSR の排出確率です。課金してビキニ行くレベルの、激レアを引き当てたということです。ポケモンを自由に変えたこと、アンパンマンのおもちゃで育ったこと、ディズニーに行ったこと、スイッチを持っていること、それは80億人のうちのわずか 7% にだけ与えられた環境でした。こうして数字を見ていると、豊かさというものが、いかに地理的な偶然に支えられているかを痛感します。あなたが当たり前だと思っているもののほとんどが、世界の大多数の人には当たり前ではありません。私もあなたも、結構いいカード引いてますよね。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひよろしくお願いいたします。